三越前新日本橋付近のおすすめスイーツ。皆さんこんにちは、こうです。今回は東京の三越前新日本橋付近のおすすめスイーツを紹介させていただきます。まずは石屋日本橋にお邪魔してきました。石屋の店舗名以上に白い恋人のお店といった方が知っている人が多いかもしれません。東京にイートインができるお店があります。ここのお店でおしゃれなパンケーキが販売されており、そういえば今の期間限定商品なんだろうと確認したところ、3月11日から6月9日までの期間限定で宇治抹茶専門店一服&抹茶とのコラボメニューがありました。9時頃に朝風呂に入りながら見つけて、その日の13時頃にお店の方に向かっておりました。12時45分ぐらいにお店に着いて列に並び、13時30分頃に店内に入れました。石屋パンケーキ宇治抹茶&北海道いちご1800円、いちご抹茶ラテアイスが680円、合計2480円。パンケーキはこの通り。動画映えしますね。抹茶に関しては苦味は特にない食べやすい味付けです。中には北海道産いちごのコンフィチュールと北海道産小豆が入っております。コンフィチュールって何って思ったあなた。僕も調べるまで知らなかったのですが、果肉が残っているジャムみたいなやつあるじゃないですか。あれがコンフィチュールって言うみたいです。逆にジャムは果肉が残らないまで煮詰めたものみたいです。へえ。いちごも甘めであるのですが、甘すぎず抹茶と小豆の良いバランスが保たれていると感じました。というか、このような味付けにもかかわらず、パンケーキ自体の味もしっかり主張してくるあたりが北海道だなぁと感じました。北海道以外で常設のイートインができるのはここ石屋日本橋のみとなります。イートインスペースが少なめ、また喫茶なので回転率も悪め。今回2回目の訪問なのですが、初めて来た時は14時前くらいに並んでお店に入ったのが15時頃。その時点でパンケーキは本日分売り切れという形でした。もし土日祝にパンケーキを食べに行く場合は、早めのお昼ご飯を食べた後に13時頃にお店に到着などもおすすめいたします。ちなみに今回朝昼食べずにパンケーキを食べましたが、十分にお腹いっぱいになりました。スイーツを食事としてカウントできるタイプの人は昼食として食べに来るくらいでもいいかもしれません。続いては日本橋福島間ミレッテにお邪魔してきました。福島県のアンテナショップですね。僕、大阪育ちで当時はあまり遠くに出かけることもなかったので、東日本大震災まで福島というか東北のこともあまり知らないことだらけでした。ツイッターにて震災直後、今も言われない中傷も多いのですが、特に福島県に対する風評被害が多かったのですが、その中である界隈にて福島落語カフェオレ会というものがつぶやかれるようになり、その年のコミケで東京に行った際に、当時はアンテナショップが東京駅八重洲口側にあったので、そこで初めて落語カフェを飲んでからファンになりました。2014年から東京に住み始めましたが、JR 駅にあるコンビニのニューデイズにも売っているので定期的に買って飲んでますし、今の会社で福島県郡山市に出張になった時はテンション上がりまくって、空き時間を利用して落語カフェオレ商品を買ったり、製造会社の落語乳業の会社に行ったりという謎ムーブもしてしまいました。
そんな落語カフェオレシリーズの飲み物、アイスが日本橋福島間ミレッテにはあります。新発売されるテイストの飲料もここではちゃんと売っているので、気になる方はぜひ訪れてみてください。ママドールなどの有名なお土産もあります。落語カフェオレはいいぞ。また、Twitter のフォロワーさんから飲むヨーグルトも買ってみてほしいと紹介してもらったので、会津の雪ソフトクリーミーヨーグルトという商品も買ってみました。パッケージにもよく振ってお飲みくださいといろいろな面に書いているため、振るところから動画を撮ってみたところ、聞こえましたかね。よく知られている飲むヨーグルトから出るような音ではないパコパコ鳴っているのですけど、味は飲むヨーグルト以上にヨーグルト感が強いです。僕はヨーグルトをスプーンでかき混ぜてから液状に近い形にして食べるのが好きなタイプなのですが、それよりも濃厚な味で本当の意味でヨーグルトを飲んで食べている感覚でした。癖になりそうです。最後にコレド村町にあります芋屋金次郎にお邪魔してきました。こちらのお店、本店は四国の高知県にあります。芋けんぴという言葉の由来自体が高知県の方言からできているようで、ご当地グルメのようです。このお店は会社の人からおすすめされて訪れたのですが、とても美味しいですし、お店で作った出来たても販売されていて、すぐに食べるとほんのり温かくておすすめです。土日祝は並んでいるため、少し時間に余裕を持って訪れることをお勧めいたします。と言ってもイートインはないので、石屋日本橋よりも全然待つことはないと思います。店舗外の待機列では芋けんぴを作っているところを見られるので、見ていて楽しいのも嬉しいですね。三越前新日本橋付近は少し高級なイメージが強い場所で、遊ぶ場所ではないので、10代あたりの客は少なめ、30代前後が多い気がするので、少し落ち着いた雰囲気のエリアになります。そこは銀座エリアとは違った雰囲気でもあります。この付近にも老舗、有名なお店もいろいろあり、客層としても落ち着いた雰囲気で過ごしたい方には合っているかと思います。よかったら訪れてお買い物や食事など楽しんでくださいね。バイバーイ。